それから外から見える部分ですね。目とか、それから唇とか、こういうところは外側に出てるところですから、外敵なんかいろんな雑菌なんかにも侵されていくようなところですから、乾燥もしやすいですよね。で、乾燥しやすいということはやっぱりお肌の状態が良くない、髪の毛も全てそうですけど、爪とかね、そういうところなんかも外側ですけれども、やはり乾いてくるということ自身が、これはもう危険な信号なんですよ。なので外が乾くということは、骨も乾いてます、筋肉も乾きます、臓器も乾きます、血液も乾いている、脳みそも乾いているということなんです。乾くとどうなるかというと、縮みます。身長が縮んでくる、年を取ってくると骨が縮むんですね。脳みそも縮みます。硬くなります。硬くなると、やはり頭が硬い方ね、あの方というふうに言われるのは、あの人頭が柔らかいわっていうことは、ちょっと賢いわっていうことの表現ですよね。そういうことでは、皮膚とか外側っていうのはですね、やはり内臓の鏡であるということなんですよ。だからクリーム塗っていいわとかね、目乾いてるからちょっとなんか目薬しとくかとか、こういうふうな考え方でもね、対症療法、対症療法だけでまたそれやめたら、またリップクリーム塗ったりとかしてもまた乾いていく、どんどん乾く。それは危険信号を教えてくれてるなということを考えてみればね、なるほど、そうなのかと。だから外側が乾いてる人は胃も乾きますよ、腸も乾いてます、便が出ません、胃が乾きます。胃が乾いたところに胃酸がドーンと出ます。ヒリヒリヒリ痛みが出る。だからそういうところでいろんなところで発信しては危険を言ってますよね。頭が痛いが痛みの目ではないんですよ。頭が痛いっていうことはどういうことなの？酸素がいってないんです。血液がいってないんですよ。そういう危険を発信してくれてるからこそ、どっか悪いに違うから、そういう時こそね、やっぱり栄養なんかをしっかり、何を食べたらいいかという時、こういう時はどうしたらいいのかっていうようなことなんかも覚えておいた方がいいと思います。そういうことでですね、私が、この仕事をさせていただけるのはやっぱり命があってこそだと思います。なので、感謝の形をですね、その形を会社を作ることにいたしました。でそれはですね、先ほどの会でも少しお話しさせていただいたんですけれども、自分が本当に体の調子が悪い中で子供を産んだ、その子供が難病という、指定の腎臓病だと言われた時には、何のことを言ってるのかなというような、そういうところ、それまでは私はそうですね、皆さんと同じように普通に暮らしてたと思います。だけど突然そういうことになって、でどういうふうにして生きていけばいいのか、本当に分からなかったです。だけどお医者さんで手術をしたりとか、それからお薬があったら、もしかしたらその道を多分行ってたと思います。だけど一切何もすることができないんですよ。という腎臓病というのはね、体の中に老廃物を出せない、言えば毒素を出せないから、それが体の中でぐる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 回ってしまうので、全身病になってしまうということになりますと、それが悪いものが出なくていいものばっかり出ていくんですよ。栄養成分ばっかりが出ていって、おしっこが濁っていきますね。でどんどん栄養成分が出ていくし、体の中で毒気が、だから死の病気だと言われました。そんなこと言われて、どうしようって、だけどじりじりくるんですね、じわじわと。なので何にもできないから家でいててください、歩かないでください、走らないでください、そういうことしか言えないの。その時に自分の腎臓を渡していこうかなと思っても、自分も腎臓が悪い、これ遺伝なんですね。でこの遺伝っていうのはどこからの遺伝なのかというと、やっぱり
皆さんもお母さんが子宮の病気がだったらやっぱり子宮の病気になりやすい。これはねもう体質遺伝で遺伝子の状態ですから、やっぱり遺伝というのはあるんです、はっきり言って。なのでやっぱり自分の母親も腎臓病でしたよ。なのでこの体質を変えていくっていうことがどういうことなのかって、体質変えたいわってよく言われると思うんですけど、ここのところもやっぱり腸なんですね。でですね、私がどういうことから始めたかと言いますと、やっぱり食事療法ですよ。食事、とにかく体にいいことをしていこうということですね。そういう人たち、健康のそういう先生方たくさんおられます。大概その先生方も皆さん自分の体がもう本当にそういうところから這い上がってきてやっておられる方も結構、いわばそういうことがあったからこそそういう道へ歩めたから、私は今感謝してます。そういう病気になれたことに対して、なれたと言いますか。だけどそうですね、食事をしててもちゃんとやってるんですよ。で、今日こんな食事ダメですよっていうこととか、それからいろんな病気の方々が食事をされてる、ことなんかもお話ししますけれども、本当に一般的に体にいいというようなものを食べている方でも病気になります。例えばですね、私のところに結構いろんなご相談される方結構多いんですね。食事から私は聞きます。それから便の状態、おしっこの状態、カウンセリングシートっていうのは一度書かれたことあるかもわかります。またこれからも書いてくださいね。私はそのカウンセリングシートでその方を見なくても大体どんな体の調子なのかというものが見えてきます。なのでいろんなアドバイスをさせていただくんですけど、結構皆さんちゃんとして食べておられるんですよ。朝はご飯、味噌汁、納豆、昼間はおそば、サラダ、煮物、夕ご飯は魚ね、納豆、野菜炒め、野菜天ぷらとか、こういうふうにね、ちゃんとお野菜も食べてるし、お魚も肉はあんまり良くないし、結構梅干しも食べてるし、お漬物もちゃんと食べてるよと、朝はヨーグルトよと、健康にはものすごく気を使ってます。だけどみんながんになっていくんですよ。今2人に1人がんですよ。本当にがんのご相談というか、がんだらけだからもうびっくりするぐらい、これがんにならないようにしていくのって大変だなと思います。今大丈夫かなと、本当に世の中どうなってます？ご飯これだけいいものがあって、で医学も発達してるはずなのに、なぜこんなにがんが多いんですか？特に20代30代の人のスキロスがいつみさんも一瞬のうち1年以内に死ぬ病がん、これにかかったらだから止められないんですよね。この食事、大概みんなさんこんな食事してるんです。さっきの私が言ったご飯って最高でしょ。それ自身食べてない人いるじゃないですか。チーンとかね、今ありませんよね、チーンとしたの揚げなくてもとかなんかいろいろあるじゃないですか。でもそんなん食べてませんよ、私はちゃんと煮物ちゃんと食べてますって言っててもですよ。だからね、本当に私が克服したことっていうのはね、本当に失敗しながらやっとこれかなあれかなあれかなこれかなって思っての人体実験じゃありませんけど、本当にもう自分の身内まで巻き込んで臨床実験やってきましたよ、本当に。だけどいろんな本を読んできました。いろんなところにも行きました。世界へ行って、さも必死ですよね。世界では医者も薬もないところがいっぱいあるんですよ。そこでどうやって病気になってるの、病気を治してるのかなね。だけど腸年細菌に出会って、ああこういうことだったのかっていうことから、自分の人生のところから長い冬が終わり、雪解けになり、春が見えてきて、克服
ができることになったのは、いろんな意味で人間の体というものをいろんな勉強して、そして世界中、それから歴史ですね。紀元前5000年前ぐらいにエジプト時代ができたという、5000年前、中国4000年という、そういう何千年も前からやっぱり人間はどうやって暮らして、どうやって生命維持をしてきたのかと。ウイスキーでオールドパーって知ってます？オールドパーっていうあるんですよ。オールドパーなんかご覧になってオールドパーっていうね、ウイスキーがあるんです。おじさんなんかひげがこうやって生えてるのに茶色の瓶で、まだ酒井さんとか言うけど、このおじさんかって、おじさんって150歳まで生きたよね。で100歳の時にね、女性が好きでね、100歳の時に強姦してしまう。ついつい美しすぎて抱きしめてしまう。なんか捕まりますわね。100歳ですよ。それで何年間入ってはったんですよ。で出てきて150歳に生きられたっていうぐらいですけど、昔の人って長生きしてたんですよ。結構歴史書を見るとね。で早い人もいます。でね、もっと向こうから言うと、地球ができたのが46億年とかっていう、億ってどんなんっていう感じですよね。でその頃からずっとずっと来て、10億年ぐらいになってくると、10億年前ですよ、10億年前ぐらいにやっとなんか生物ができたんですよ。生物が、その間はもう死の世界です。マグマが来ないで、10億年前ぐらいからやっと生物ができたので、1億年ぐらい前まで、10億年前で1億年ぐらいのこの9億年の間、生物ができても腸しかなかったですよ。目もない、手もない、足もないっていう感じ。腸だけで動いてる、一つの単細胞だから。腸っていうところはやっぱり脳みそでもあり、腸内細菌学では脳みそここについてますけど、これ触覚と一緒で、目があって触覚と一緒なんですけど、本当の意味で脳が死んでも腸が生きてたら脳死っていうのが認められたんでしょ。腸っていうのは生きていけるんですよ、腸だけで。これはどこの生物でも一緒。その1億年前からやっとね、触覚ができたりとか、手が出てつまむようなもの、ベーッとつまんで食べれるようになったりとか、ヒレができてどっか行くとかっていうようなことになって、そうなってから、そうですね、いろんな生物が出てきてて、でマンモスなんかも大きいのが出てきたりとか。でも地球もそこでものすごく冷えて、生物が生きられないような時代がまだ来て、全滅、一旦死ぬんですよ。でそれからまたね、気温が上昇してきて、また生物ができてという繰り返しですけれども、人間が生きたないう歴史が残っているのはエジプト時代とかね。その時代なんか先ほど言いましたみたいに、どうやって、そしたら、風邪ひいた時に、その時代から風邪もひくでしょうしね、傷もするでしょう、こけるでしょう。その時傷ができた時にどうやって治すのかっていうような、そういう歴史の中をずっと勉強してきたんですね。そうするとね、700年ぐらい前ぐらいにやっぱりそういう植物を使って、全てが植物が薬だったわけですよ。植物を使って、だから柳の木の皮を煎じてね、くつくつ炊いてお水で炊いてすると、それ飲むと胃の痛いのがなくなる、胃も治ってしまうっていうのは歴史の中であるんですね。だけどそれを700年ぐらい前にアラビア医学みたいなのができて、それとその柳の木ばっかり切ってる場合切って煎じるということがいかに大変かということではですね、それと同じようなものを作り出すわけですよ。柳の木の成分を調べてみて、そしたらこういうものがたくさんあって、だいたいね、柳の木の中にたくさんの成分がありました。分析、そうすると
これぐらいの中にいっぱいいろんなのがあるけど、ほとんどが多分こんなもんだろうっていう成分がアスピリンとかっていうのがね。でこれと同じものを合成したわけです。だけどやっぱり薬というのは副作用がついてくるっていうのはやっぱり合成のものとそれから本間もんのものとかね、全然違うということですよ。やっぱりその中には副作用とかっていうものはやっぱり植物の中にはないんですよね。ないと言いますか、それは病的なものもあるでしょうけれども、毒素になるようなものもあるでしょうけれども、だからやっぱり合成品はどこまでいっても合成品であるということで、その同じもの、バラの香りでももう今スーパーとかで、この間スーパーかなんかどっかのバラエティショップに行った時にナンバーワンに売れてるシャンプーがバラのシャンプーだったんですよね。でバラ入ってるのかなって、バラは入ってないんですよ。バラも合成品ですよね。ポンポンするバラ、トイレにピコレみたいな感じのその合成のね、バラの香り、バラの香りかなこれって。私はもう本当のものしか見よったことがないのでね、こういうダマスクローズとかね、なんですけど合成のバラっていうものを信用これがそうなのかなと思う。やっぱりね、上手に作りますよ。日本が世界も発達していくと、その合成の松茸の香りもね上手に作るでしょ。だからうちわでこうやってやってると松茸の香りがわーっとなって、だからもうそういうことに対してはものすごくやっぱり発達していきますよね。だから食事もね、美味しいなって、もうこんな美味しいものってハンバーグとかものすごく美味しいものほど添加物が多い。でもね、美味しいものはね、もう上手に作れるんですよ。味というのは味を作れるんです。香りも作れます。でも最近では洗顔なんてもう怖いのが出て本当に怖いなと思うのが、もう洗顔してしっとりするなんていうの、しっとり洗顔とかで本当にしっとりするらしいですよ。値段も600円か700円ぐらいでチューブが出てきてバーってやるとものすごく、でもそういうものを使ってるとどうなるかっていうのは、その人の皮膚っていうのはもう本当にもう洗顔でしっとりするっていう薬剤を入れていくばっかりで、根こそぎガサッと取ってしまってるのに全然ね、取られた感じが全くなくて、もう敏感だろうが何だろうがめくれてても全く感じない。でそういうものがなんていうの、コンビニとか行くとね、もうアトピーの人でも使えるような、誰が使っても大丈夫っていうようなものっていうのは何が入ってるかっていうと、やっぱり殺菌するんですね。殺菌剤が入ってると、アルコールとか殺菌剤が入ってるとね、もうそういう何も感じない。薬剤が入ってると何も感じない。そんな時代になってきたなと思うんですが、そういうふうに世の中がどんどん変わってきて、なのに発達しててお薬もどんどんできてきてるのに、なぜこんなに病気が多いのかなとは思いますね。だから世の中の人たちが求めるものっていうのは対処療法で、今こういうふうになってるけど痛みを止めたりかゆみを止めたり、その対処療法ではその体というのはやっぱり健康を維持することは私はできないと思うんですね。で人間の体というのはそしたらどういうことなのかというと、やっぱり自然治癒力というのを持ってます。人間の体はそこでバターンとこけて、運動会でこけて血だらけになって戻せるんです。皮膚というのは一番免疫力が高いところです。皮膚常在菌がいっぱい出ましたら、子供でもすぐ治る。パッと傷があったらピッと止める、早く治そう。だけどその治すのでもやっぱり1週間2週間ではなかなかね、やっぱりぐるぐるぐるしてるうちに1ヶ月ぐらいかかるでしょう。やっぱり28日間ぐらいかかるんですよ。なので人間の力を最大限に上げていくっていうことがやっぱり治癒力を上げていくんではないかなと思いますから、人間の治癒力を最大限に上げていく食事療法というものを、見つけ出してですね、
自分で自分の体を治す。食事というのは、食事を食べて生きてるんです。食事を食べてるから子供は身長が伸びていきます。食事を食べてるから体が大きくなるんですよ。骨もだんだん大きくなるでしょ。ちっちゃい子供がどんどん薬飲んでません。食事ちゃんととってます。だけどお姉ちゃんと妹となんか同じもの食べさせてるのに、お母さん同じもの食べさせてるのに、なんでこんなに虚弱体質と健康である。お姉ちゃんものすごく元気、妹はものすごく虚弱体質だっていうところなんかも、やっぱり腸っていうところは大きく関係してきます。もう確実に。でその腸の中がやっぱりあってこそ、腸があってこそですよ、人間は健康生きていけるんで、腸の中の善玉菌の量というのは、お母さんからもらった腸内細菌、お母さんが年をいってから産んだ人と若いうちから産んだ人というのは、やっぱり腸内細菌層の量は違います。なのでお母さんがやっぱり20歳で産む人と40歳で産む人とでは、やっぱりこの辺から違ってくるっていうことになってきますね。それからお母さんが病気で腸内細菌層が非常に低い人もこう寿命に関係してきます。でこの寿命ですけども、やっぱり長寿家系、短命家系っていうのは、これはおばあさんが100歳以上、100歳、まあ言えば、金さん、銀さん、あそこの家系は長寿系ですよね。だから娘さんも4人兄弟も80歳以上ですよね。まあ金さん、銀さんだけじゃなくて、昔はね、こう集団家族って大きかったの。今はなんかね、夫婦2人とか子供と3人家族とか多いですけど、昔はもうおじいちゃんおばあちゃんもみんな一緒に暮らしてましたから、やっぱりそういうあそこの家系はね、あそこの家系はなっていうので分かるんですけど、やっぱり短命家系はやっぱり50歳ぐらいで、それはどこかというと腸内細菌がもう悪玉菌だらけになってくる、善玉菌いなくなるという。でこの善玉が少なくて悪玉が増えると、これはもう食べるもの全部腐りますから、毒素に変わるしかないんですよ。食べても毒になっている。毒を体中に入れてるようになりますから。なのでその横に肝臓があるんですね、肝臓が。だからこれ毒素を肝臓が解毒しないといけない。でこの解毒をしないと、そのまま毒素が体中にガーッといかれたら、もう体中病気だらけになるわけですよね。なので解毒を肝臓がするわけですね。だけどこの肝臓が解毒ができなくなって、腸も悪い菌ばっかりになってしまうと、もうこれでもう命は終わりです。だから手とか足とかこうぶら下がってる頭とかこんなのは、腸があってこそ生きていけるわけですよ。腸があるから酸素が送られるし、栄養も血管で届けてくれるだけで、腸で食べたものがどうなってるかが問題なんですよ。だから私とか私の娘はどこが悪かったのかって、腸なんですよ、肝臓なんですよ。肝臓劇的に悪かったですね。で肝臓が悪いから、毒がもうどんどん腐敗してるものがあるから、こっち側の腎臓まで行かれてきたということになりますね。腎臓にゴミが多く、もう毒素だらけな、毒ばっかり、毒を排泄しようと思うと、もうだんだん炎症になってきますよね。なので今の医学というのはですね、腎臓なら腎臓のことばっかり考えるわけですよ。肝臓だと肝臓のことばっかり考えるけど、ホリスティック的に考えていかないといけない、全体的に考えていかないといけないということになってくると、人間の体は腸があってこそ、腸でこういうものを作らないようにしていかないと、栄養を与えていくのと毒を与えていくのかっていうところに2つに分かれるわけですね。こういうことに気づいていくわけです。そして腸内細菌というもの自身がいかに大事かというところで、結果を出してきたわけなんです。
ですね、腸内細菌っていうのは、人の腸内細菌っていうのはどこにたくさんいるのかというと、腸は小腸大腸っていう小腸大腸という2つ腸がありますね。全体的に腸を見てみましょうか。腸の全体的なところがあるんです。となってる腸を見せてください。今日はね、ヨーグルトを皆さんね食べて、ヨーグルト何のために食べてるか、やっぱり腸内細菌、善玉菌が認知症かなと思って食べてると思うんですけど、何からできてるか知ってます？ヨーグルト。ヨーグルト何からできてる？牛乳、そう、牛乳発酵菌。ヨーグルトの話をではないんですよ、今日はね。人間のお腹の中に宿ってる菌というのはですね、お母さんからもらいますということ。どこからもらうかです。産道か。産道でほとんどもらいますね。で、栄養はおっぱいからもらいます。白血球とかっていうのは腸内細菌、ここにお腹の中に善玉菌っていうのがいますけど、白血球っていうのは悪い菌がいっていると血管の中でカッと食べていく。がんウイルスだろうがインフルエンザだろうがノロウイルスがバーッと食べていく能力、白血球って言います。でこの白血球っていうのは腸の中で作られてるわけですね。善玉菌がたくさんいてたら白血球も作ります。だから免疫というんですね、白血球。こういうふうに善玉菌が多い人と悪玉で、善玉というのは酸ですから、ものすごい強い酸ですから、pH1 ぐらい、塩酸ぐらいの酸作ってるんですよ。胃酸も塩酸ぐらいのクラスですね、pH1 ぐらいですけど、この雑菌を絶対入れないっていうところで酸を。で毛穴の中もそうですね。毛穴の中もすごい善玉菌がいますから、毛穴の中、ここから雑菌が入らないように、もう毛穴の中でこうやって住んで殺してくれてるわけですね。だからそこにですね、その善玉を殺す、もともとお母さん、腸の話で言えばお母さんからもらった善玉が少ない人と多少はあると思います。多少は。だけどやっぱり元気で生まれてきてもこういうたどる運命であったんですけれど、これを殺すような薬剤を、例えば抗生物質とか薬はみんな殺菌ですから、何回も何回も取っていくとやっぱりこういうふうなことになるでしょうね。寿命は短くなる。特に抗生物質は、抗生物質っていうのは何のために飲んでるかというと、もう世界中でも抗生物質ばっかり飲ましてる国っていうのは日本ぐらいですよね。もういい加減にやめなあかんのよ。もう国は十何年前から抗生物質は飲んではいけないっていうことを言ってるんですけども、皆さんが熱を下げたいから熱を下げるために飲むんです。学校に行けない、仕事に行けないということね。熱を上げるということは、この人たちが熱でばい菌を殺すんですね。ウイルスが入ってきたら体の中で住み着いたがんにも変わりますから。だけど抗生物質はウイルスを殺すものじゃないですよ。ウイルスは殺しません。抗生物質は菌を殺すんです。だから白血球とかこの人たちを殺す。ウイルスが残ったままだからがんになるんですよ。私の父がやっぱり医大生になって戦争が始まって大学行けなくなったわけですけども、途中でだいぶ遅い子なんです。もう私が子供の頃に飲まされたものはこればっかりでした。もう本当に、だからまた病気するんですよ。白血球いつも殺してるから、またばい菌入ってきたら誰が殺すんやっていう話なんです。だから繰り返し抗生物質、もうよく耳鼻科にもう行きまいかもう病院ばっかり行ってたような気がしますね。
とにかくでも抗生物質を取ってもやってもこっちのばい菌というものも一緒に、ばい菌はばい菌とウイルスは違いますからね、今日は菌の方ですから。それからカビがいるんですよ、これカビ、真菌ってね、これ3つぐらいいるんですけど、抗生物質はウイルスは